AI の暴走による問題点が一気に浮上する場合があります。私たちが双子座というコミュニケーションのエリアにおいてこのアスペクトを体験すると、こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は天王星とドラゴンヘッドというとても素晴らしい感受点についての先生術講座のような素晴らしい動画となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。ではまずですね、2026年の6月の13日にこの2つの象徴的なアスペクトがあるので、そのお話からしたいと思います。2026年6月の13日に双子座の天王星と魚座のドラゴンヘッドがスクエアを取ります。このアスペクトはかなり強烈です。次回この2つの感受点がスクエアを取るのは2034年の4月の21日、つまり7年も先となります。そして前回このアスペクトがあったのは2018年の11月。そしてその前は2011年の3月。その前は2003年の3月です。勘がいい方なら2018年、2011年、2003年全部ピンとくるかもしれません。この世界を揺るがすような天王星の破壊的なエネルギーが摩擦を起こしたアスペクトです。ということで、今回はこの6月のアスペクトだけではなくて、歴史も振り返りながら、そもそも天王星とドラゴンヘッドのアスペクトはどんな意味を持つのか、どんな影響を与えるのかについて考察する動画にしていきたいと思います。というのも、長くこの動画チャンネルを見ていただいている方だったらお分かりのように、私の先生術動画は割と歴史が出てきます。私の元々のバックグラウンドは日本で高校の歴史の教員免許を持っているところから始まっていまして、歴史が好きで星が好きで歴史の時効を全部先生術で読み解いていったら、なるほど、こういう時にはこういうことが起こるんだというものが出来上がっていて、それが私の今の先生術の教科書になっておりまして、新時代先生術という西洋先生術、もちろん素晴らしいものなので、これを丸々飲み込んだ上でプラスして小惑星なども読み込むという新時代先生術を提唱しております。では話を元に戻しまして、天王星は革新、改革、目覚め、突然の変化を象徴して新しい価値観を築く星です。そしてドラゴンヘッド、つまりノースノードは魂の進化の秘密が宿っている場所で、魂が前進して上昇していくための道を示しています。この2つが90度の角度を取るスクエアという配置は、まず運命の方向性へ向かうために社会的にも個人的にも強烈なブレイクスルーと葛藤が促される、そういうタイミングとなります。まずこの6月13日のアスペクトについて見ていきますが、どちらの感受点もゆっくり進むために、この日だけではなくて前後数ヶ月にわたり長期的な影響を与えます。すでにこの今動画を撮っているのは6月の1日ですね。もうこの影響を皆さん感じている方が多いと思いますし、私も感じています。まず今言ったように過去のアスペクトを見るとよくわかります。例えば前回は2018年の11月頃、これね、牡牛座と獅子座でのスクエアだったんですが、日本だと割と衝撃的なニュース、日産の会長かな、カルロス・ゴーン氏が逮捕されました。そして嬉しいニュースだと大谷翔平選手が新人王を取った。これがこの時ですね。牡牛座は物質や所有を意味して、獅子座は権力、自己表現を意味します。古い権力、物質的なトップが突然の変化によって引きずり下ろされるということが起こる配置です。同時に新しい新人とか今出てきたばかりの才能が世界的な舞台で輝き、運命的なブレイクスルーを果たすということが起こります。この入れ替わりが起こるというのが典型的なエネルギーです。2011年の3月、魚座と射手座でのスクエアは私たちにとっては悲しい出来事でした。東日本大震災が起こりました。これは突然の予期せぬ自然の猛威が人々の先進性とか生きる意味について強烈な見直しを迫ってきました。
原発のこととかも全部そうですが、私たちがこれからの未来、目に見えないつながりや魂の課題、どのように計画していくのか、これが浮き彫りになっていった時期でした。そして2003年3月、魚座と双子座でスクエアしていたんですが、まさにこの時にイラク戦争が勃発しました。情報が行き交う双子座と宗教的なエネルギーを強くする魚座のエネルギーが衝突して予期せぬ争いへと発展したという出来事でした。ということから今年の2026年の6月に起こる双子座と魚座でのスクエア、2026年以降しばらくこの6月以降どんなことが起こるのか。2003年のイラク戦争の時と同じ魚座と双子座なんですが、この場所が入れ替わっていますね。で、双子座の天王星というのは知的好奇心や情報共有やコミュニケーションなどによって世界を変革するという意味を持ちます。そして魚座の領域は神秘主義やクリエイティビティや空想の果てしない混沌とした海を示しています。この2つがスクエアということは葛藤の角度を取るということですから、情報やテクノロジーの飛躍的で予測不能な進化が私たちの精神性とか内側にあるスピリチュアリティ、そういう価値観を大きく揺さぶっていくことになるはずです。例えばちょっとポジティブに捉えると、人工知能とか通信技術がさらに進化してバーチャルの世界とその目に見えない魚座的な霊的な世界との境界線が、悪い意味では曖昧になるかもしれないけれども、いい意味では融合していくような出来事が起こるかもしれません。そしてまたこれがやっぱりマイナスに出ると、徹底的に影の部分が浮き彫りになるので、AI の暴走による問題点が一気に浮上する場合があります。私たちが双子座というコミュニケーションのエリアにおいてこのアスペクトを体験すると、 AI と人間のコミュニケーションの境界線が曖昧になって区別がつかなくなって混乱していく人たちが増えると思われます。日本でもいろいろあると思うんですが、オーストラリアでもいろいろあります。もう AI に相談しているうちに AI は共感してくれるので、だんだん気持ちよくなってくるし、 AI にしか相談しなくなる。そうするとここで本当にあなたのことを思ってくれている友達や友人や家族の言葉が入らなくなってくる。混乱する。まるで親友のように思い出す。これが双子座と魚座のスクエアのとても怖いところなんですね。で、実はですね、この時にちょっとこの時のアスペクトを私は見ながら喋ってるが、皆さんにもお見せすると、これがその時のアスペクトなんですが、水星プシケハイジアが蟹座でコンジャンクションしていて、そこに木星と金星も蟹座でいます。水星っていうのがまさに情報 AI、コミュニケーションなんですけれども、それがプシケハイジアと蟹座でくっついているということで、これは見える結果のためのコミュニケーションだけでは人が離れていっちゃう。感情に耳を傾けて精神的な豊かさを育むコミュニケーションこそが、双子座と、木星と金星がいるということは、結局それが結果的に物質的にも豊かな結果に結びついていく。お得ばっかり考えてコミュニケーションしていると全部失うんだけれども、感情に寄り添っていった方が結局いい結果になるよ。だからコミュニケーションにやっぱり人間的な感情大事なのよということを一生懸命言っている、そういうチャートになります。それからこの位置関係だと、隠されていた秘密が新しい情報ツールによって突然暴露されていくということも予測されます。情報が溢れすぎていて精神的な混乱をきたす人が増えていくというアスペクトでもありますから、気をつけたいところです。でも私たちは全ての出来事に波動があることを知っています。社会でもどのような突然の変化があっても、情報過多による混乱が起きようとも、私たちが発している周波数が高くあれば大丈夫。そして周波数が高い状態はグラウンディングしている状態ですね。私もこのクリスタルショップシドニーで3軒目11年経営していますが、私は波動が高いものだけを売る店を経営してます。波動が高いものはグランディングさせてくれるものです。それはクリスタルとか、やっぱり地球の大地からもらったハーブとか、そしてアロマとかですね。こういうものは助けになると思います。なので今本当にクリスタルやアロマのハーブが皆さんにとって有効だと思います。
自分の魂の使命につながり、高い波動の人生を現実化していくことに集中する。こういうふうに意識されていると大丈夫じゃないかと思います。双子座の軽やかな情報処理能力と魚座の深い思いやりや直感力を統合させるっていうのがいいとこ取りですね、このアスペクトの。それを意識して、スピリチャリティを現実世界で幸せになるための最高のツールとして使っていくと、マニフェステーション、つまり願望実現がサクサクと起こっていく。そういう人生改革していくチャンスという捉え方がおすすめです。この6月の強烈な星の動きを踏まえて、コミュニケーションを取ることが個人レベルでも社会レベルでも国レベルでもきっと重要となりそうですので、皆さんは意識してみてください。さあ、ではここからは、占星術講座のようになりますが、天王星とドラゴンヘッドのアスペクトについて、ちょっと考察して解説しておきたいと思います。以前、ドラゴンヘッドでわかる使命と成功と落とし穴という動画を上げています。まだの方はぜひそちらをご覧ください。そこでも話していますが、ドラゴンヘッドは私たちの魂のカルマ的な運命を示していて、今世の使命として成長すべき場所、つまりあなたが幸せになるのはこっちの方向だよっていうのを示しています。そしてそこに向けて人生が始まった時に私たちは喜び、成功というものを体験していくわけです。一方、天王星は、天王星双子座入り6年間の未来予報と12星座別星座、星読み予告っていう動画も上げてます。なので、こっちもまだ読めると思うので見てください。こっちでもお伝えしたんですが、天王星は突然の変化、目覚め、覚醒、革新、反逆の惑星です。そして、この2つのアスペクトは、世の中の考え方そのもの、世界中の人々の意識を向ける先そのものを全く違ったものへ変化させていくためにアスペクトを取っていきます。これまでとは違う動きや突然の出来事や予期せぬ事件や啓示を通して私たちの精神を新たな進化へと導こうとして起こるアスペクトなんです。で、これは今振り返ったようにあまり嬉しくないこともあります。他の天体と違って天王星の第一目的は変えることなんですね。寄り添ってくれないことが多いです。個人的にはもうちょっと違う形で寄り添いながら変化を促してほしいと思うけど、多分それじゃあ人は変化しないんですね。なので天王星はこの役割を果たしていると言えるのかもしれません。まず天王星とドラゴンヘッドのコンジャンクションするとき、どういうエネルギーかお話します。今後は2037年まで起こりませんが、ちなみに前回は2022年の8月ぐらい、牡牛座で起こりました。この時ね、石原慎太郎氏、安倍元総理が亡くなってます。2022年。そして、もう一個前は2007年でした。ここは2007年の3月だったんですが、2007年は iPhone が誕生した時なんですよ。もう今ではみんなずっと持ってるような気がしますけど、2007年です、誕生したのは。ここからわかるように、このトランジットは一つの時代を終わらせる、その象徴となる人物とのお別れの時、象徴となるものとのお別れの時を表しています。そして同時に新しい時代の iPhone 時代の始まりみたいなものを告げる。この交差する、入れ替わるというアスペクトになっています。ですからもし個人のバースチャートのそれぞれにコンジャンクションする場合ですね、ご自身の天王星にドラゴンヘッドに天王星がとかいう場合は、その人の人生に大きな別れまたは出会いがあるかもしれません。ではこの2つがオポジションするとき、次回は2030年5月3日です。前回は2015年、お羊座と天秤座で、これはもうとにかく2015年といえば歴史上で本当に同時多発テロとかパリの事件とかもうテロだらけだった1年なんですね。なので過激派組織のテロが最大となった年です。
で、このアスペクトはつまり、オポジションということはドラゴンテールと天王星がコンジャンクションしているということですから、これも過去と未来が交差する場所なんですね。でしかもその過去の因縁、ドラゴンテールのダメなところが出る。過去からの執着、因縁、清算されていない黒い感情、思い、これが自由を求める力となって過激で型破りな状態でアウトプットされやすい配置です。特にお羊座で起こると、それは過激な行動という形に出やすいですし、双子座で起こると言葉、コミュニケーションというところで過激な事件が起きやすくなるということです。バースチャートの場合はやはりそういうアスペクトの時は気をつけた方がいいですね。そしてスクエアなどのハードなアスペクトに関しては先ほどお話しした通りです。突如として起こる出来事、突然の方向転換を通して、これは適応能力、本当にバランスの良さというものを見ていきなさいということを促しているチャートです。アスペクトです。そしてトラインですね。次回トラインするのは2027年、10月の1日で比較的近いです。もちろん双子座と水亀座で起こりますが、その前は2017年でした。お羊座と獅子座。まさにこの時にトランプ政権が発足しました。トランジットでも個人のアスペクトでも、実はこのトラインはいい悪いは関係ないんですよ。ちなみに本当にこれは毎回言ってますが、勘違いしている人が多いので、トラインっていいことが起こって、スクエア悪いことが起こる。じゃあ全然ないです。これも歴史上のフランス革命とか私過去動画上げてますから、トラインの時にめちゃめちゃ悲しい出来事って結構いっぱい起こったりしてる。これがだから悲しいとは限りませんが、とにかく良いか悪いかは、その人によって違います。この同じ出来事が誰かにとってはプラスで、誰かにとってはマイナス。ですから、そういうふうに先生術は読むのではないんですね。ただトラインはそっちの方向にすごく煽られる、スムーズに。で、スクエアはやっぱり摩擦が起きる。いろいろもうぐちゅぐちゅして悩む、ぶつかり合う、血が流れるという感じになります。で、この、トラインですね。まさに、どういうことが起こるというと、典型的にみんなが変化を求める時期です。なので普段はもう絶対に既存の政権に投票するような人でも、現状維持よりも変化させてくれのそうな人を選ぶという典型的な配置です。なので新しい人っていうものがこういう時に出てくるっていう可能性があります。なので、まさにね、分かりやすくトランプ政権が発足したというふうに出ていました。こんなふうに天王星とドラゴンヘッドのアスペクトは世界全体に変化をもたらすきっかけとなっていきました。そして今この動画を撮っている2026年5月から6月にかけては、双子座のね、スクエアがあるということで、メディア、学校、会社、人間関係、友人関係などのテーマの中で、あらゆるコミュニケーション、AI とだったり、人間同士だったり、自然との対話とか動物との対話、私たちの間でのあらゆるコミュニケーションのあり方についての見直しは、強制的にスクエアは行われます。宇宙は私たちを操ることはできませんが、常に調和の取れた未来に近づくように気づきと学びと目覚めのスケジュールを用意してアスペクトを与えています。時に私たちはそれに気づかず暴走して、結果ばっかり気にして感情ついてこないコミュニケーションをしてて、大事なものを失ってしまったという人はこの時期多いかもしれませんね。それに気づかせるための出来事ですから、これ私最近セッションした人にはもうこれが分かっているので、とにかくこの1、2ヶ月、コミュニケーションは感情の方を大事にしないと後悔するよということをちゃんと皆さんには伝えてきたつもりなんですけれども、なので時に私たちは気づかない。でも、そうすると、未来に近づいてたのに後退しちゃうみたいなことをやってしまうかもしれません。でも時に分かっていればテストに通ります。そうすると一気に昇級させてくれる。上に上げてくれます。なので、レベルアップしながら一つ飛びに進んでいくことができます。なので先生術って知っておくといいよということです。以前ノートの記事で天王星双子座時代の12星座別のコミュニケーションの改革、こんな風に変えたらきっといいことあるよという記事も出しているので、気になる方はそちらもご覧ください。では、もう新しい
コミュニケーションツールといえば、宇宙との新しいコミュニケーションツールはこのセプタグラムソウルジャーニーリーディングの65枚のカードが本当におすすめです。宇宙とコミュニケーションして見ている皆さんに今メッセージを、いて座のカードが出ました。これはカードの意味、いて座。学校では教えてくれない学びを通して皆さんは、幸せになっていくということを思い出してください。何か今悩んでる人がいたら、それ学んだ方がいい。学ぼうかどうしようかなと思ってる人は学んでくださいというメッセージだと捉えてください。で、私たちはたくさん傷つきながら失敗を繰り返してコミュニケーションでも、この話を聞いて後悔してる人多いと思うんですね。だけど大丈夫。この傷の経験は必ず光を当てると虹になります。なので光を当てることが大事。ちょうど今私この手元にクリスタルショップですからこれさっきも言いましたね。私は傷のついたクリスタルしかガイアハウスは仕入れない。これね、実はこの水晶玉も傷だらけなんです。でもこうやって光を当てると、肉眼では見えるけど、ほら虹見えましたね。これ傷のついたところを光を当てると全部内側から虹が出てくる。綺麗でしょ。虹の傷ついた水晶がこの世で一番綺麗なんですよと私は思ってます。傷だらけのクリスタルが私は大好きです。本当はもう肉眼の方がもっと綺麗なのに残念ですが、でも見えたかな。そうです。傷は光を当てると全部虹になりますから、皆さん人生反省は必要だけど後悔しないように進んでいきましょうということで、皆さんのこれからの人生がより豊かで幸せで健康で満ち足りたものでありますようにとお祈りしてお別れします。